我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は前回投稿したクリップスタジオアップデート 1.10.10 その内容と新たに追加されたブラシの解説、そしてそのブラシを使ったイラストメイキング。この動画をたくさんの方に見ていただき誠に感謝なのであった。ただ、その動画の中で紹介したウェット水彩、他のブラシよりも癖が強くて自分の絵では使いこなせないと悩んでおるポンポコリンが散見された。なので今回はそのクリップスタジオアップデート 1.10.10 で追加されたウェット水彩をよりコミックイラストを描くために使いやすくするためのカスタム方法をお教えしようと思うのであるぞ。ブラシのカスタムというとなんだか敷居が高そう。自分でそのカスタムができるのかなと二の足を踏んでしまうものも多いかもしれない。しかしカスタムするポイントはたった3つだけなので、そしてその3つもどうしてカスタムをするのか、カスタムをするとどう変わるのかということをちゃんと解説をするので、初めての方でも安心して試してみてほしいのであるぞ。そしてカスタムしたブラシを使って実際にイラストメイキングも行うと思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。では、ウェット水彩をよりよく使うための方法を解説していこう。解説をしていく前に、まずはウェット水彩とは何かというのを簡単におさらいしておこうと思うのであるぞ。ウェット水彩とは、クリップスタジオバージョン 1.10.10 で追加された新たなブラシの表現、デュアルブラシというものを使ったブラシの一つである。ウェット水彩はこの通り筆圧を弱く描くと薄く水が広がるような表現ができ、濃くしっかり描くとしっかりとした水彩の表現をすることができる。縁のテクスチャーや色の滲み方、重なり方などリアルな水彩画と同じだと発表当時から非常に話題になっているブラシなのである。ただ、このブラシ、デフォルトのままだとやや使いにくい、思い通りに塗ることができないという意見も散見されておるのである。どういうことなのかというと、このようにペンを離さずに描いた場合は綺麗に色を塗ることができるのだが、一度ペンや指を離した状態でもう一度ウェット水彩を使って描こうとすると、わかるであろうか、重なった部分の色が濃くなってしまうのである。同じように何度も繰り返して上からこうやって塗り重ねていくと、重なっている部分がもともと選択しているピンク色よりも濃くなってしまったというのがわかるであろうか。これを解決する方法として、ウェット水彩のツールプロパティにある合成モードというのを変更する。1ストローク、つまりペンを置いてから離すまでの間、どのような合成モードでこのブラシを使うのかというのを現段階では乗算、つまり重なれば重なるだけ色が濃くなり明度が下がるという仕組みになっている。この乗算という合成モードから、このブラシの合成モードのみにある透明度置換というものに変更しよう。透明度置換とはどういうことかというと、この設定されている不透明度の数値以上には色が重ならないという仕様になっているのである。どういうことかというと、普通にまず1回目に塗る。塗った感じだけでは普通のウェット水彩である。で、さっきと同じようにブラシを重ねて塗ってみようと思うのである。すると、この通り、先ほどとは明らかに表現が違っているのがわかるであろうか。この濃く重なった部分は元のこのピンク色と同じ色になっているのである。もちろんちょっとテクスチャーなどわかるかな、ちょっとザラッとした質感がついているので多少色味のブレは出るが、基本この最初に選んだ色から濃くなるということはなくなったのである。なので、例えばキャラクターの肌を何回かストロークを重ねて塗り重ねるなどの際に色が濃くなってしまう、思っていた色にならない、塗った後が気になってしまうなどもこれである程度は解消することができるのであるぞ。では次に、ウェット水彩を使っていて難しいな、うまく表現できないなと意見が多かったものと、それをどうすれば解決できるのかというのを紹介していこうと思うのであるぞ。まずはこんな風にウェット水彩でピンク色を塗って、次に水色を塗ると。
重なった部分は透明度置換されているので、重なって紫色になったりはせず、上書きされている状態になっているのがわかるであろうか。ただ、このピンクと水色をきれいにぼかしたい、なじませたいという時に、我は前回、色混ぜツールの色混ぜというのを使えば良いと解説をした。なので、これでこう軽くぼかしてあげるだけで、色が混ざり紫色になったのがわかるであろうか。もちろん、これでも全然良いのではあるが、先ほども言った通り、このウェット水彩、わかるかのこんな感じで、テクスチャー、つまりこの画用紙のようなザラザラ感というのが追加されているのも、アナログっぽさを表現するために大事な要素なのである。しかし、この色混ぜツールを使ってしまうと、そのテクスチャーが消えてしまい、つるっとした印象になってしまっているというのがわかるであろうか。なので、色を混ぜた部分だけ、画用紙のような質感ではなく、ツルツルのプラスチックの上に描いたような質感になってしまう。つまりは、水彩らしさが失われてしまっているというのが問題ではあった。そこで解決する方法として、リアル水彩のカテゴリーにある質感残しなじませ。リアル水彩というカテゴリーがサブツールの筆にないものは、サブツール色混ぜの中に質感残しなじませというブラシが入っているので、確認してみてほしいのである。これはどこに追加されているかというのは、実はそのクリスタのバージョンアップであったりとか、どの機種を使っているかで多少変化しているらしいので、ちょっとうまく検証が取れておらず申し訳ないのであるが、大体はこのサブツール色混ぜ、もしくはサブツール筆のリアル水彩、このリアル水彩と書かれているところに質感残しなじませなどが追加されているので、例えばこの色混ぜツールの中に質感残しなじませがないよって見つけることができないものがおるのであれば、このサブツール色混ぜの左上のメニューをクリックし、初期サブツールを追加をクリックしよう。そして、色混ぜツールの中にある質感残しなじませをチェックしたら OK を押そう。これで質感残しなじませを追加することができた。マオのところにちょっと2とついておるのは、元からこのリアル水彩というところに質感残しなじませが追加されていたため、新たに追加した際には区別をするために質感残しなじませ2が追加されたのである。では、この質感残しなじませを実際に使ってなじませてみよう。この質感残しなじませ、何もないところでこのように書いてみても何も変化が起きないのだが、色が置いてあるところでこすると、この通り、テクスチャーの効いたブラシで色を混ぜてくれるのである。なので、混ぜた色を何度か往復するように、色を塗り重ねていこう。何度かこうやって色を塗り重ねると、この通り、アナログ味の効いた質感で色を混ぜてくれるのである。ただ、このウェット水彩を使う場合、いくつか変更しておいた方が良い点もあるので、そちらも解説しておこうと思うのである。現段階ではわかるかな、このちょっとギザギザーとした何か線がこうもやんと見えておるのがわかるであろうか。これは水彩境界というのがこの質感残しなじませの項目にチェックが入っているからである。これを外すことでこの境界線が消えるので、より滑らかに使うことができるのである。もしくはあえてこういうアナログっぽい質感を強く残したい場合は、このまま水彩境界はチェックを入れたままで、もしくはこうやって数値を調整して自分好みの水彩境界が出るように調整してみるのもありである。このチェックを外すと、この通りテクスチャーの質感はありながらも綺麗に色を混ぜることができるようになったのである。そしてもう一つ変更しておきたい点は、この質感残しなじませの紙質である。ウェット水彩は紙質を画用紙というものに設定されておる。なので質感残しなじませはこの紙質がインパストというものになっているので、若干ちょっと粗めというか、この画用紙のテクスチャーに比べるとかなりゴリゴリした色の混ざった質感に見えてしまう。なのでこのインパスト、ここに検索をして画用紙と入れれば画用紙のテクスチャーが出てくるので、画用紙の用紙テクスチャーを選択したら OK を押そう。これで質感残しなじませの紙質が画用紙になった。この状態でもう一度質感残しなじませブラシを使ってなじませてみようと思うのである。
なじませたいところを何度もグラデーションをかけるようにぼかしながらブラシを動かしていこう。こんな感じかな。この通り馴染んだ部分に微妙にテクスチャーがついて、先ほどよりも柔らかいテクスチャーになったので、元のこの画用紙のテクスチャーと同じになったこともあり、色を混ぜた際に非常に自然に色が混ざって、かつこのウェット水彩で塗った色の質感を引き継ぐことができるようになったのである。ちょっと動画ではもしかすると分かりづらいかもしれないが、この微妙な変更をすることが絵全体のクオリティを大きく変更することになるので、もしこのウェット水彩のブラシをより活かしたいなというものは、今回紹介した設定を使ってやってみてほしいのであるぞ。では次に実際のイラストにこのカスタムしたウェット水彩、そして質感残しなじませを使ったイラストのメイキングを行っていこうと思うのであるぞ。では実際にウェット水彩と質感残しなじませを使ったイラストのメイキング方法を行っていこうと思うのであるぞ。今回はこちらの線画を使っていこうと思うのである。こちらの教材は動画の概要欄から無料でダウンロードすることができるので、この動画を見ながらぜひ一緒に描いてみてもらえると嬉しいのであるぞ。まずはどんなレイヤー構成になっているのかというのをお話ししよう。ガイドと書かれているフォルダーの中に、肌、髪の毛、浴衣、帯、瞳、うちわ、そして小物という各パーツごとに大まかに分けた色を塗ったレイヤーが入っている。こちらを選択範囲にして色を塗っていこうというのは、前回クリップスタジオのバージョン 1.10.10 を紹介した際に行ったイラストのメイキングと同じ方法である。そしてその上のレイヤーには塗りというレイヤーがあり、ウェット水彩の塗った色地を映えさせるための下地の白で塗られたレイヤーが入っている。そして線画のレイヤーと背景の用紙のレイヤーがついているという状態になっている。こちらを使って色を塗っていこうというわけなのである。ではその方法であるが、まずは肌のレイヤーを選択している状態で、レイヤーのメニューから、レイヤーから選択範囲を作成をクリックしよう。すると、肌の部分が選択範囲で囲まれたのが分かったであろうか。この状態で一度ガイドレイヤーは必要ないので非表示にしておいて、塗りと書かれているフォルダーを表示状態にしよう。そして新しいレイヤーを作成して、肌の色を塗る用のレイヤーを通常モードで作成をした。そしてここからは先ほどもうカスタムをしたウェット水彩を使って、まずはキャラクターの肌のベースの色を塗っていこう。若干色ムラができるように塗ると、アナログ水彩っぽさっていうのを強調することができるのであるぞ。で、特にこの一色でムラを無理に作る必要はないので、なんとなくぺったりと塗っておれば OK ぐらいの気持ちで塗っておこう。こんな感じで塗れたのである。そうしたら少し色相を変えてちょっと濃いめの色を選んで、頬のチークやちょっと血色が良い場所なんかに軽く色をトントンと置こう。この状態で先ほどカスタムをした質感残しなじませを使って水彩っぽく馴染むようにトントン、軽くトン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 とこうちょっとポンポンと筆で叩くような感じでぼかしてあげると、ややテクスチャーの感じも残りながら水彩っぽいランダムな滲みを表現することができるのであるぞ。色を透明に切り替えて、先ほどのウェット水彩、ちょっとブラシサイズを小さくして、色を置きたくない部分、ハイライトにしたい部分を削っていこう。先にこうやってハイライトを削っておくことで、水彩っぽさと抜け感のある色の置かれていない部分というのを簡単に表現することができるのであるぞ。で、あんまり細かくやりすぎないぐらいの方が、ちょっと自然な水彩画風にも見えるので、こんな感じにしておこう。ではこの状態で新規レイヤーをまた作り、レイヤーの合成モードを上算にしよう。キャラクターの影を塗っていこう。でまずはまた一色で、とりあえず影になるところにぺったりと色を置いておくと良いであろう。
はみ出したりした部分などはまた透明色などを使って削れば良いので、あとあんまりきっちり塗りすぎず、ちょっとはみ出してるとか、ちょっと線から漏れてるぐらいの方がアナログっぽくも見えるので、このあたりは好みに合わせて塗ってみると良いであろう。で、少しちょっと水彩っぽい感じにしたいので、かなりくすんだブルーグレーなど、ちょっと影の色などにおいて、ちょっと水彩っぽさの色の濁りというのをわざとちょっと表現してみようと思うのである。これである程度色が置けたら、先ほどと同じように質感残しなじませを使って、ぼかしたい部分をなぞっていこう。こんな感じで、あっという間に水彩っぽく、そして綺麗な色味を簡単に塗ることができるようになったのが分かったであろうか。本当にこのテクスチャーの効いている肌のちょっとムラのある感じであったりとか、色が重なったことで複雑な表現になったりとか、で、ハイライトで抜いている部分などが清涼感を与えている表現になっているのが分かるであろうか。では、ここから先は同じことを繰り返して全部のパーツに色と陰影を塗っていこうと思うのであるぞ。こちらが今回の講座を踏まえて描いたイラストの完成版である。この通り、水彩の淡い塗りやテクスチャーがしっかりと活かされた絵になっているのがわかるであろうか。細かいぼかしの部分などにも質感残しなじませが効いて、綺麗なグラデーションになりつつも滑らかになりすぎないように調整がされているのである。というわけで、いかがだったかの？カスタムといってもやり方さえ分かってしまえば、どのような効果が出るのか、どう使いやすくなったのかというのが非常に明確で分かりやすかったのが分かったであろうか。ぜひ皆もこのカスタムをしたウェット水彩を使って楽しいイラストライフを送ってもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。